おはようございます。画家の小木曽です。今日はちょっとですね、質問がありまして、色の混色のことを教えてくださいという質問がありました。ああ、なるほどなと。確かにそういうことをほぼやっていないので、どういったふうに進めていこうかなと思って、ちょっと急遽動画を撮っておりますので、間違いとかもあるかもしれませんけど、ご容赦ください。初歩的な質問なんですけど、確かにすごい深い話で、考えてみたらそんなことを全然話したこともなかったなと思いまして、感覚的にやっぱりある程度も絵を描いてきた人間っていうのはできるんですけど、初心者の人とかやっぱりその辺すごく難しかったりすると思いますので、ちょっと今日お付き合いいただければと思います。で、基本的には色の三原色と光の三原色というのがあるのは皆さん聞いたことあると思います。色の三原色と光の三原色で、色の三原色というのは簡単に言うと青赤黄色ですよね。で、これを英語に略すと、青のこともシアンとも言います。シアンってちょっとこう緑みがかったような色やったり、この絵の具で言うとこうプルシャンブルーみたいな感じかなと。もうちょっとこう染料系のもうちょっとこう鮮やかな色なんですけど、ちょっと僕の透明水彩にはこの色しかなかったんで、シアンと呼ばれる、青のことなんですね。シアンで CM はマゼンダのことで、こう実際にこれはローズマダーとかこういうのマゼンダに近いような赤紫みたいな色で、今回はこの赤で、このちょっとルビーレッドというのでいきましょうかね。こちらのルビーレッド、バーミリオンとちょっと朱色に近いので、このルビーレッドあたりちょっとその辺のちょっとすみません。で C、シアン青ですね。で Mマゼンダ系でカドミウムイエローレモンみたいなこの3色でちょっと話していきましょう。で CMYK っていうのはキートーンとか、要はこれ全部混ぜ合わせたら黒に近くなるんですね。トーンの元になるとかキートーンとかキーなんとか、要は黒なんですけども、それが要は CMYK という CMYK 聞いたことありますよね。でそれが色の三原色。じゃあ光の三原色って何かっていうと RGB、 聞いたことある人いるかな。いるかもしれません。 RGB っていうので、レッド、R ですね。 G、グリーンなんですよ。グリーン、例えばこれはちょっと今回使えませんけど、グリーンでブルーということなんですよ。何って感じかもしれませんけど、皆さんはご存知か分かりませんけども、今から10年ぐらい前に、確かノーベル賞を取られた青色発光ダイオードというのを発明したのが日本人ということで、青色という発光ダイオードというのができて LED、 すみません、これ専門家ではないので間違えたらごめんなさいね。っていうのが発明されたんですよ。要は発光ダイオードと呼ばれるものの青色というのができていなかった。でそれまで何があったかというと、赤と20世紀に入ってから確か1930年前後20何年とかで70年ぐらいに緑ができたんですよ。確かね、ごめんなさいね、間違えてたら。ぜひウィキペディアとか皆さん調べてください。要は赤と緑はあったけど発光する、要は光ですよね。で青が見つかったということで、青ができるようになったということで、これによって光の三原色ができるようになったから、皆様の生活に LED と呼ばれるものが普及して、家のアトリエのライトなどというのとかの交換の必要が相当少なくなったわけですよ、皆さんね。でそれが、RGB っていうのが、光の三原色、CMYK っていうのが色の三原色で、今日は色の三原色のお話をしようと思います。色の色相環と呼ばれる、よく言うようなこういうものをね、ちょっとこう作っていってみましょうよ。少しこういう色相環と呼ばれる、ものを少し作ってみましょうね。ちょっとパレットがすみません、こちらの固形のもボロボロですけども、こちらの方使わせてください。3色出したらある程度絵描けるんですよ。で、このウルトラマリンブルーと黄色と、カドミウムイエローレモンかな、これとよいしょ、この赤、本当はねこの辺のような赤が欲しいんですけどねあれへんからこいつでいきましょうか。これいいかもね。黄色黄色ですね。厳密な色相環っていうものを作るわけではないですけども、青ですね。赤、こういったものになると。で赤青黄色というものですけども、ちょっと
水の道作ってみましょうか。こうやってビューっとこう、ちょっとすみません、ちょっとピンク色ついてますけど、これとこれがこう混ざり合っていくと、よいしょ、こちらにはこうあって、こちらの方からビューっと、これがこううまいことこう混ざってくるとオレンジ色になっていくわけですよね。赤と青混ぜるとあんまうまくはいってませんが、でこの辺になってくるともうオレンジ色みたいになってくる。こういうこう要は赤とこれを混ぜたら黄色を混ぜたらオレンジ色みたいになっていく。ね、なんとなくわかります？じゃあ今度はこの黄色とビューッとこう青で、こちらからギューッと青が攻めきていってきて、こちらから今度は黄色が攻めいってきて、そうなってくると少しずつ緑になっていくね。要は混色によるこう色ですね。混色によって黄色と青が混ざり合って緑とかいう風に見えてきたりとか。まあすごい綺麗なグラデーションっていうのはなかなか難しいですけど、という風になっていく。一歩こう赤と青やったらば、もう皆さんわかりますよね。こんな風に紫になっていくと。こういう風にこうね、間のところはそんなに綺麗には出てないですけども、緑色になりますよねと、緑色になりますよねと。あんま綺麗にねもちろん出ないですけど、緑色とかで、基本的にはこのぐらいの色で大体のことは僕はできると思っています。これはオレンジ色になりますよねとか、ね、ちょっと汚いですけど紫色になりますよねとかっていう。でこれがまたいろんなところが交差してきて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 いろいろしていくと、真ん中あたりというのはキーポイントブラック黒に近くなっていくと、そういうことですよね。これ全部がこう混ざり合ってくると間違った難しいね。こういうのの真ん中あたりというのはぐーっと混ざり合ってきてですね、全部が混ざり合ってくるとかなり、あまり綺麗ではないけどなっていくと、暗くなっていって紫色が混ざり合ってきてね、もう紫じゃないけどねでここ緑色やからこれか。でもここを混ざり合って混ざり合って混ざり合ってしていくと、真ん中っていうのはかなり黒くなっていきますよね。ビューッとこれが混ざり合って、まあこれ一層全部こう乾かしていったらおそらくかなり暗い色になっていくんですね。ちょっとそれまではできませんけども、とから暗くなっていって、もう全部混ぜていったら黒に近いような色になっていきますよというお話ですね。でこれが色相環と呼ばれるものです。でちょっとこの三原色だけでちょっと厳しいなと思った場合は、ちょっとこうシアン系の色、フタロシアニンとかオリエンタルブルーとかそういったものとかを使われるとある程度の色が出てきます。油絵なんかでもオリエンタルブルーみたいな色とかこういうこの系のブルーみたいなのを入れてあげたり、赤系やったらちょっとこうもうちょっとローズマナーと呼ばれるような色ですね。こういった色とかを少しこう入れてあげたりとかするとある程度の色というのは作れます。おそらく原理的にはこういうあたりで十分作れたりします。だからちょっとこう今回はその3色プラス、マゼンダとかそのあたりマゼンダシアン系、ですかね、もうちょっと使いながらこの3色だけで、少し絵をパッとですけど描いてみましょう。CMYK とかね RGB とか、ちょっともう最後のお花でしたけどアイリスくんが最後いましたんで、ちょっと最後こう描いていきましょう。まあね、
でやっぱこう混色していくと汚くなっていってしまいますので、基本的にはあんまり混色しない方が透明水彩の場合は僕はいいかなというふうに思ってます。あんまりね混色しすぎない方が。で色の混色というより画面の上で、少しこう混色しつつ、もうちょっと深みを出したいなとか思ったら、重なってですね、重なりみたいな。でこうやって見ると実際の色よりもちょっと赤いかもなと思ったらほんの少しだけこう赤とか混ぜてあげて、少しこの、混ぜ合わせてみたりとか。おそらく大体この辺の色である程度絵って描けるんですよ。で油絵の場合っていうのはこれに白とかを混ぜてみたりとかせんといかんですけど、やっぱ白は必要かなというふうに思います。で白もあったりするとある程度のことができると思いますので、是非ですね、色とか悩まれてる方はこれぐらいの色の幅でやられてみてもいいかなと思います。例えば、もっとこう全体的に渋い感じにしたいなと思ったら赤系をこう茶色にしてみるとか、バーンとシェンナみたいな色にしてみるとか、青系をもっと鮮やかにしたいと思ったらブルーの鮮やかな色にしてみるとか、なんかそういったことによって色の勉強というのはできます。だからこういった感じで少しこう色をつけてみたりとかして、黄色系が全く使う機会がチャンスがないぞと今思いながら描いていってますけども、ある程度の色というのは出てきますので、ちょっと覚えられるといいかなと思います。で反対色と呼ばれるものというのがあるんですけども、要はこの青の反対色はこっちのオレンジやったり、こちらの反対色はこちらの緑やったりとかっていう風に、そういうのが補色と呼ばれるものです。補色聞いたことある人もいるでしょ。補色っていうのはそういう風に反対側のこの丸い円グラフの中の反対側にあるようなものとかっていうのを補色という風に言います。で補色関係とかによって鮮やかさとかっていうのも出てきたりもしますし、ちょっとしか描きませんけども、こういった感じで、少し三原色だけで兄ちゃんが来ました。兄ちゃんがはい邪魔し、どうした？はいよ。なんかね、お話ですか？何ですか？聞きますよ。でここに黄色とかを少しと何どうした？なんかね、なんかね、どうした？なんかね、なんかね、線めっちゃ描いたわ。なんかね、緑色、黄色と青を混ぜたら緑色になったり、なかなかこう鮮やかな色とか出てこないという時はそれで色をまた買い足していくというような感じだったりすると思う。どうした？なんかどうした？なんかね、どうした？このカメラかっこいい。このカメラかっこいいか？白いか。黒いからかっこいい？だそうですよ皆さん。あとはこれかっこいい。ね、それお花描こうかなと思ったけどね、このお花これかわいい。かわいい。こういうのをね少しこう、描いていくときにこうねピューとかでピューね、お花のもう本当お花がもう終わりそうやね。ピューちゃんどうやった？お風呂入った？え？お風呂入った？嘘？もう入ったん？え？早いよ、びっくりしたよ。早いよ。今年の目標はあれですか？プールに行くことですか？ね、プール行きたいね。こういう微妙な色とかも緑色とかですね、こういう風に描いていくと描けていくんじゃないかなというふうに思います。ちょっといい質問やったからですね、ちょっと動画に急遽いたしました。ぜひですね、色の三原色、光の三原色、そうするとCMYK とか印刷の時とかですね、RGB とかそういうのなんか僕はあんま細かいこと知らないです。皆さんインターネットでこう調べるきっかけになって、もらえればなというふうに思います。お兄ちゃんがなぜかもう去っていきました。いる。後ろで腹筋マシンで、腹筋をしています。にじみすぎた。こういうのはねちょっと乾きを待ってから描き進めた方がいいですが、このような感じで描いていくことができますよということで、三原色あればある程度絵は描けますよというお話でございました。ぜひぜひ皆さんもこう三原色をですね、試されて三原色だけで描いてみる。私ちなみにこう受験の時に東京芸大を受けた時何度かこれ話したことありますけど、青赤黄色と、確か茶色と白、ウルトラマリンブルーとバーントシェンナと、黄色はカドミウムレッド、イエローとカドミウムレッドと、茶色がバーントシェンナと、白確かジェッソと黒持ってってないと思うんですけど、確かそんな4色ともしかして緑かなんか56色だけで受験受かったという人でございます。ということでありがとうございました。以上です。
ゴーはいゴーゴーはいゴー